皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。さて今回はマジェスティ125オイル漏れ修理編です。コマジの持病のオイルポンプカバーからの漏れです。エンジン右側最深部のバラシは特殊工具のオンパレードです。ステーターコイルジェネレーターも外します。キャブ車に FI 車のエンジンを乗せ替える場合必須です。そしてオイル漏れの弱点についても解説します。最後まで見てね。ほとんどの場合、コマジのオイル漏れはシリンダーとクランクケースの隙間とオイルポンプカバーの2箇所といっても過言ではありません。そして地面にオイル染みができていたら確認しましょう。ジェネレーター裏のこのゴムシールを交換します。オイルを抜きます。閉めます。作業しやすいようにマフラーを外します。間違いなく動きが悪いので浸透潤滑剤をスプレーします。エンジン側を外したらサイレンサー側のボルトを外します。逆だとマフラーがぶら下がりエンジン側のスタッドボルトに負担がかかります。エンジン右側はプラスのスクリューが多く舐めやすいのでインパクトドライバーを使います。ショックドライバーとも言います。先端の角度が一番浅いプラスのアタッチメントを使います。頭をハンマーで叩くと同時に回転方向に変換してくれます。大きめのハンマーで一撃を加えると簡単に緩みます。緩んだら普通のドライバーで回します。マグネットカバーを外します。閉める時のために目印をつけておきます。ユニバーサルホルダーをセットします。19ミリのソケットをセットします。メガネレンチを差し込んで柄を長く延長してテコの原理で回します。回りました。ワッシャー類を取り出します。フライホイールプーラー 27mm のアダプターをセットします。両方に逆ネジが切ってあります。全周に均等な力を加えて引き抜く必要があり工具なしではほぼ不可能。左に回して奥まで締め込みます。十字ハンドルを奥までねじ込みます。無理な力を加えてクランクシャフトを曲げたら取り返しがつきません。テーパー状のシャフトにはめ込まれているのでめっちゃ硬いです。外れました。相当漏れてました。ジェネレーターを外します。ショックドライバーで一撃を加えます。コネクターを外します。ピックアップコイルを外します。ショックドライバーで一撃を加えます。焼け焦げたりしていないか目視で確認します。ちなみにコネクターの形状についてですがキャブ車は4線 FI 車は2線です。FI 車のエンジンを手に入れてキャブ車に乗せ替える場合車体側コネクターに合わないのでこのキャブ車用のジェネレーターに交換します。オイルポンプカバーを外します。プライヤーで突起をつかみ引き抜きます。オイルと汚れを拭き取ります。カバー
もきれいに清掃します。黒いゴムのオーリングを交換します。大きめな輪ゴムです。ほじくり出します。切れてはいないけどカピカピに硬化していました。新品と交換します。水をきれいに清掃します。特に指定はないですが、気密を上げるためグリスを追加します。ぐるりと一周溝にモリブデングリスをつけました。オーリングにも塗ります。溝にはめ込んでいきます。グリスを均等に鳴らします。クランクシャフトにもグリスを塗っておきます。紙ガスケットは再利用します。蓋をします。奥まで確実にはめ込みます。ボルトを入れて元に戻します。締め付けトルクは 6.5 ニュートンメーターです。セルフ電池なら片手で回らなくなるくらいです。ジェネレーターを戻します。ショックドライバーで回転方向を変えて増し締めの一撃を加えます。コネクターを接続します。クランクシャフトにウッドラフキーという突起があります。ローター側には切り欠きがあります。位置を合わせてはめ込みます。ナット類を戻します。今度はプーリーホルダーを使ってみましょう。閉めるときはユニバーサルホルダーより安定していて使いやすいです。こちらの商品原付用か外径が足らずプレートで延長しました。右回りに力を加えるのでホルダーが安定する場所で固定します。19ミリのソケットをセットします。メガネレンチを差し込んで柄を長く延長してテコの原理で回します。締め付けトルクは70ニュートンメーターらしいですが、印を目安に締め込みます。カバーを戻します。マフラーを戻します。オイルを入れましょう。完了です。それではコマジェのオイル漏れ弱点について解説します。この図はエンジンのオイルラインを示したものです。オイルポンプで吸い上げたオイルは矢印のように送られます。一つはクランクシャフトベアリングに向かいます。もう一つはシリンダーベースを通りヘッドに送られます。問題はここです。これはシリンダーを抜いた実際の写真です。この細い溝はなんとオイルラインなのです。しかもこれが問題の紙製ベースガスケットです。オイルラインの跡がついています。一番細い外側の幅がなんと3ミリしかありません。何を意味するかというと、ポンプで圧縮されたオイルがこの細い通路を通るとき、高い圧力がかかり弱いところから吹き出すことになります。冬場や油温が低いオイルが硬い状態で十分な暖気をせず、いきなりエンジンの高回転は禁物です。経年によるガスケットやシールの劣化により、今回のオイルポンプカバーからも漏れ出すことになります。何せオイルの通り道を幅3ミリの紙が支えているのです。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。